こんばんは、グリプトです。いつもは朝、もしくは昼間にですね、動画を更新してるんですけど、市場を動かす要因が何個も出てるんで、この時点で簡易的に動画を撮ろうと思います。で、まず先ほど発表された米 PPI に関しては、結果が 0.9% となってまして、前回予想を大きく上回ったことから、ドル高要因、また利下げ期待が低下する要因になったのかなと思います。でまたベッセント財務長官の発言もですね、昨日の9月に 0.50% 利下げを行う見通しという発言から一変しまして、FRB に利下げを支持していないと 0.25% の利下げから始め、その後加速させる可能性と。でこれも当初の 0.50% から 0.25% に縮小してるんで、利下げ期待低下要因になったのかなと思います。でまたベッセント財務長官は、ビットコイン準備金の件に関しても触れてまして、我々は21世紀に向けてビットコインの戦略準備金の運用を開始したと。これを購入するのではなく、押収した資産を活用して積み増しを続ける、売却は停止すると。再評価するとは思わないが、米国民の価値保存手段として金は保有し続けるつもりだと発言してます。でこれがそれぞれの捉え方にもよるかもしれないんですけど、私としては結構ネガティブな要素が多い発言なのかなと思ってまして、まず何かしら進展があると思われてたビットコイン準備金の詳細に関してですね、新たな予算で買わずに押収した分だけ備蓄していくという部分が、結局変わってないということで、また以前から一部でですね、ビットコインの購入に対して新たな予算を立てないということは、現在米国が所有している金を売ってビットコインに変換するルートがあるんじゃないかと、期待されてたんですけど、それも今回ですね、このベッセント財務長官の金は保有し続けるつもりだという発言から、金を売ってビットコインに変換するルートを否定した形になったのかなと思うんで、これもネガティブな要因になったのかなと思いますね。あと細かいところを見ると、トルコ最古の取引所 BTC タークから4800万ドル相当の異常な流出が検出されてまして、イーサリアム、アバランチ、アービトラムチェーンから流出していると。で BTC タークもですね、ホットウォレットに技術的な問題が生じているため、暗号資産の入出金は追って通知があるまで停止されていると発表しています。あとはイーサの ICO 組がまた500万ドル相当のイーサを売却してたり、こちらもネガティブな要因になってますね。で市場はですね、米株指数も落ちてるんですけど、ビットコインも12万ドル割って、さらに一時的に11万8000割ってまして、一時11万7600つけてます。で先物の生産も全体で7億ドル相当、ビットコインよりもイーサが目立ってますね。明日の米小売前の大幅調整となってますけど、日足ではサポートに近くなった展開となってます。でここに米小売の警戒がさらに入るとなると、この11万5000まで落ちてもおかしくないのかなと思いますね。ただイーサに関しては、今回のビットコインの下落で BTC 建てで上値超えてるんですね。0.039 突破してます。ビットコインドミナンスが下がってアルトが強くなったタイミングでの下落なんで、もしかしたら 0.04 いくかもしれないですね。イーサ、アルト方面が続伸するのか注目です。今回はこのとこですかね。思わぬところで下への要素が重なって下落となりましたけど、明日の米小売まで耐えられるのか注目です。いつもはトレジャーリー株やアルトを取り上げた通常動画、毎回お昼頃上げてますんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。